はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年の後半の流れをお伝えするんですけれども、特にですね、後半といっても7月8月とっても大事なので、タロットでは主に3ヶ月の流れを見させていただきます。全体の流れ、占星術の解説と全体運をタロットで見て、さらにその後に仕事運も単体で見て、人間関係も見ます。そしてずっとお待たせしていたラブメッセージも取ります。もう盛りだくさんの内容になっていますので、ちょっと気合を入れて前髪を上げさせていただきました。最後までご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、まずちょっと大事な星の話をさせていただきます。今年の後半の流れ、全体の流れに関しては別動画でたっぷりと解説した動画がありますので、そちらもまだご覧になってない方はぜひご覧いただけると嬉しいです。ですね、この6月の末から非常に流れが変わるタイミングなんですね。なので7月8月っていうのはとても重要なんですけども、特にこの星でいうと占星術で木星という発展拡大を示す惑星が獅子座に入るんです。6月30日からやっと来ましたねということで、これは12年に1回巡ってくる大幸運期という時期になります。幸運期、非常にいい強い運気になるんですね。ただこれは7月だけじゃないんですよ。7月から2027年の7月まであります。1年1ヶ月ぐらいありますので、本当に長いんです。なのでここからの1年っていうのが獅子座さんにとってはとっても重要な12年の始まりの時期になります。これは過去12年前を振り返っていただいても、もしかしたらその時から何か始まったなとか、大きく成長したなみたいなことを思い出される方もいらっしゃるかもしれません。その辺はね、その前回の動画で解説しているので見ていただきたいんですけど、どうですか？今どのように感じていらっしゃいますか？やっと来たって感じでしょうか？この12年に1回巡ってくる大幸運期っていうのは、人生にとって大きく展開する時なんです。人生が展開する時なんですね。じゃあどのように展開するかっていうのは実は人それぞれ違います。何もとってもいいことだけが起こるというわけではなくて、これまでずっと棚上げにしていたことや向き合わなかったことに対して一気に向き合うみたいなことになり、人生が加速するっていう方もいらっしゃれば、ずっと隠していたことを暴露されるとかやめるとか続けてきたことをここで終止符を打つっていう方もいらっしゃれば、本当にこれまでもうずっと芽が出ず頑張ってきたっていうことがバーンって日の目を浴びる、自分らしく生きるっていうこともあればなので、皆さんがこれまでどのような人生を生きてきたのか、何をしてきたのかという、これまで培ってきた自分の行動のエネルギーの蓄積がここから1年でどのように花が開くかみたいな時なんです。でもしこの行動の蓄積というものがなかったとしても、実際は非常に華やかな発展運の中にいるので、じゃあこの時期に何かを始めたことがここからスタートしますね、ここから育っていきますねということもあります。なのでどのようなことであってもとにかくチャンスなんです。とにかくチャンスなんです。でちょっと話長くなるんですけども、例えばこれはね、またカードを見ながらお話ししましょうかね、それぞれのことに関しては。なのでとにかく良くも悪くもなんですが、人生が展開していく時だと思っておいてください。でこういう時っていうのはやっぱり体力が必要になります。流れが強い流れが来る時っていうのは、その流れに飲まれないように自分自身っていうものをしっかりと保っておく必要があるので、自分とは何ぞやみたいな、私らしさって何だとか、自分はこうなんだみたいな思いをしっかりと握っておくというのかな、手綱を自分でちゃんと握っておくことが大事です。そして惑わされない、非常に明るく照らされる時なので、堂々と照らされてください。私でごめんなさいみたいな、そんな感じじゃなくて、これが私です、これが私です、何か文句ありますかみたいな感じかもしれないけど、そういう気持ちでいてください。そして体力が大事って言ったんですけども、体力っていうのは何ももうオリンピックに出れるようなバリバリの体力があってってそういうことではなくて、ご自身なりに自分の体をどのようにケアしているのか、自分の体とどのように向き合っているのかっていうこともしっかりと見直すいい機会なんですね。なので無理をしてきた人、ずっと頭が司令塔になって体を酷使してきた方にとっては、体がこれ以上は無理ですよっていうサインを出して何かを変えていくっていうこともありますし、ずっと何か
闘病していたとか治していた向き合ってきた病気があるとしたら、やっとここでなんか蓄積されて、あ、よかったですねって、もうこれはこれで付き合ってはいくけど私らしい生き方がやっとできますねみたいになる方もいらっしゃるということなんです。なので体との向き合い方、この自分自身を見ていく力、保っていく力っていうのがめちゃくちゃ大事になります。はい、これやっぱね12年に1回なんでちょっと熱く語ってしまうんですよね。でまだまだあと1年ここから続くんですけど、特に最初の3ヶ月が強すぎるというか強いので、もう本当に石田さん応援してます。悪いことが起こるってことじゃないんですよ。本当に自分らしく生きる道にカクンってこう軌道修正してほしいなっていう感じでしょうか。で少しね7月に関しては彗星が逆行しますので、彗星の逆行というのは自分の考えとかコミュニケーションもちょっと誤解が生まれやすかったりとか、自分がこう過去を振り返ったりとか見返したりとかしやすいんですけれども、それがダメなわけではなく、自分がやり残してきたことをもう一回ちゃんと見ようとか、取りこぼしてきたことを拾いに行こうとか、復習しようとか、振り返るっていう面においてはとってもいい時になりますので、これは決して後退してるわけではないんです。ちゃんと整えているというふうに捉えてください。そして4度の奇跡っていうね、この7月を解説した動画前回でお話ししたんですけど、そこで言ったように7月っていうのはものすごく宇宙の応援がある時なので、獅子座さんが獅子座さんらしく生きれるような流れがあるはずです。それをご自身の中心で感じるはずです。でもそこにこれまでの考え方とか周りの状況とかそういうのを考えると、言いたくても言えないみたいな感じになるんですけど、それを言うだけの力も与えられています。そしてその後8月ですが、8月の13日が皆既日食になります。でこの皆既日食、また獅子座で起こる日食なんですよね。もうどんだけ応援されてるんですかっていう感じなので、何か本当に何かが自分の中でもいっぱいいっぱいになっているとかっていうのは一つのお知らせだと思ってくださいね。それを手放す時なのか、それを克服できる時なのか、超えていけるっていうタイミングなんだと思います。はい、なのでちょっとこの重要なタイミングを皆さんがちゃんと安心して過ごしていけるようにカードを引いてみたいと思います。よろしくお願いします。まず全体運から見ますね。はい、じゃあ見てみましょう。はい、ソードの3、カップナイト、そしてペンタクルスのページ逆、ソードのナイト、ワンド10逆、戦車の逆、そしてワンドナイト逆ですね。ナイト3人も出てきましたね。はい、気をつけることや対策がタワーの逆とカップのページ逆とオラクルが、はい、ソードの4ですって。へえ、なるほど。そうですか。ですね、まずそうか、8月の日食のあたりって本当に日食ってもう皆既日食なんで日食の中でも一番強いんですけど、やっぱり何かちょっと調整にあたり、いろんなことがちょっと止まったりとか、なんか調子悪いなとかって感じやすいんですね。だから獅子座さんはめちゃくちゃ重要なこの流れの中にいるから、しっかり休んでくださいと。とにかく無理をしない、しっかり寝てくださいと。自分を休めることほど回復力を回復できるものはないっていうか、もうそれが一番大事ですっていうふうに言われてますので、もし少し調子悪いなとか疲れてるなっていう思いがあったり、本当に腰が痛いもそうだし頭が痛いもそうだし、何かあるならいかに休めるかっていうことをしっかりと考えてください。なんか私が今冒頭でめちゃくちゃいいよって言っちゃったから、なんかやらなくちゃって思うかもしれないんですけど、逃げません。運勢は逃げませんので、しっかりと自分の中からやりたいことが出てくるまで休んでください。その上で必ず進むべき道ややることっていうのが見えてくるので、そこを安心してくださいね。焦らないでくださいね。なのでなんかもしかしたら私のチャンネルだけじゃなくて、星占いとかタロットとかいろんなところでやっぱり獅子座さんいいよいいよって言われてるから、なんかやらなくちゃみたいな感じで焦っている方もいらっしゃるかもしれないなと思ったんです。で
外側の運勢が良かろうとも悪かろうとも関係なく、一番大事なのは自分なんですね。自分の気持ちだったり自分との向き合い方なんですね。そこがどうであるかによって外が嵐が吹いてようが風が吹こうが天候が良かろうが関係ないんですよ。どうとでもできるからってなった時に、もしかしたら志田さん自分で自分のこと責めてませんかとか、すごくいい時期だから頑張らなくちゃと思ってもっと自分にプレッシャー与えてませんかとか、なんかこれまで私はなくしてきたものがたくさんあるんだとか、手放してきたものがたくさんあるんだとか、そういう意識で自分を見てませんかっていうお問い合わせだなっていうふうに思いました。いやこれ本当に大事なことなんですよ。運が強いからいいとは限らないんですね。そのめちゃくちゃタフでやってきてこられた方っていうのはこういう時にスコーンと良くなったりもするんですけど、自分を責め続けて、その自分を責め続けるのを肯定させるために外側のエネルギーで何かを埋め尽くそうってなると、もっと頑張らなくちゃいけないじゃないですか。すごくしんどくて、こういう時に何が起こるかっていうと、本当に今のままでいいんだよって、自分のままで本当に大丈夫だよっていうことを本当に心底分かるような出来事が起こったりするんですね。なので何かを作り出すとか生み出すとか成功するとかそういうことではなく、自分が自分とつながる、本来の自分で生きれる、自分でいいんだって思えるような流れがあると思ってください。でそれに気づくためのなんか心理的な浄化があるんだなって思いました、このカードを見て。でそしていろんな人が出てきています。でこれは星の流れですけど、やっぱり12年に1回巡ってくるこの幸運期っていうのはいろんなことの始まりなんですね。でいろんな人と出会い始めます。これからの人生に必要な人と関わったり、大事だなっていう人が見えてきたりしますので、そういう意味でいろんな人が登場してきてるなって感じはあります。でやっぱりサポートありますよ。志田さんを応援している人やサポートしている人もいます。だけどなんだかご自身がペンタクルスのページのようにもっと何かをしなくちゃいけないとか、もっと生み出さなくちゃいけないとか、そういう意識で頑張ってこられたのかなっていう感じがします。で今も十分頑張ってらっしゃると思いますしね。それは分かんないです。子育てをもうめちゃくちゃ頑張ったのかもしれないし、自分で一人でやってるお仕事も一人で十分やってこられたのかもしれないし、もしかしたら何かのプレッシャーに負けないようにと一生懸命自分で自分をモチベーションを活性させて頑張っていたのかもしれないし、何かとにかくめちゃくちゃ頑張ってんだなって感じがするので、本当に優しくしてあげてください。自分に休んでくださいね。でその後ここでワンドの10の逆というカードも出ていますので、無理してやっていたことは手放していく流れがあるよっていうふうに言われています。全然ブレーキをかけていいんですみたいな感じでしょうか。本当に心配しなくていいです。必要なことが起こるだけですから。この夏に何が起こってんのかな、これですか、分かりましたって言ってそれを対処すればいいだけなんですよね。なのでなんとなくですけど止まらされてるっていう感じがカードでは出ています。それがベストなんだと思います。止まらないとわからないこともあるし、止まらないと次のものは生まれてこないし、手放さないと次のものもないかもしれないっていうところで、今までもしかしたら過剰なエネルギーを出してたとしたら出さなくていいですと、ゆっくりしましょうみたいな、そんなメッセージだなと思いますよ。戦車の逆にやっぱワンドナイトの逆だから、本当に無理してやらなくていい、宇宙の流れを信じてくださいって感じがしました。で言ってもね、7月からまだこれ3ヶ月の流れで見てますけど、まだまだ長いですから、後半もいっぱいある、来年の前半もある。この1年をかけて自分がどんな風に成長していくのかなって、どんな風に変わっていくのかなっていうことを楽しみにしててほしいんです。そしてこの瞬間瞬間を味わってほしいんですね。プロセスを楽しんでほしいっていうか、だから何かを手放していくし休むんだなって感じ。そしてこれまで何かを守ろうとしてますよ。自分の中から湧いてきてるその可能性とか希望は守っていきたいっていうものがあって、でそれを守るためになんかこれまで積み上げてきたこれまでの安心材料を手放すみたいな感じがありますね。いいじゃないですか。もうこれこそが流れのままにっていう感じ、星の流れだなって、応援だなって思いますよ。ちょっとこれをね置いといて、お仕事のことを見てみましょうか。
これを置いといてお仕事のことを見てみるかな。ちょっと一旦直させていただきますね。仕事も辞めようかなって思われる方も多いだろうし、何か辞める辞めない関係なしに何かが始まっていくみたいな方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますし、おそらく考えさせられてると思うんですよ、これまでの流れの中で。例えばご自身の体の調子があんまり良くなくて仕事したいけどできないなとか、そういう方はもう漏れなくしなくていいって感じでしょうか。さっきのカードを見てもそうですけど、堂々と休んでくださいみたいな感じもあったし、何か必要なことが起きますよね。ちょっと仕事見ます。はい、見てみましょう。お仕事です。ワンドのエース、カップの9逆、皇帝逆、ペンタクルス4の逆、カップの8逆、女帝、ペンタクルスキング。はい、気をつけることです。太陽、また出ました。太陽。さっきも出たのが太陽でしたね。カップのクイーン、そしてオラクルワーツ、ワンドの9です。そっか大丈夫です。とにかくお仕事は始まります。新しく。だけど焦らないでくださいね。ゆっくりで大丈夫です。最初から誰もが最初からパーフェクトじゃないって感じで言われてますよ。だんだん最初はただただやってただけ、それがだんだん時が経ち経験が積まれた時に気づいたら、あれこんなことになってたねみたいな、そういう感じなので、最初から完璧にできるからうまくいくとかそういうことじゃないので、今の自分でできることをやってくださいっていうのがもう最大のメッセージです。いや私全然なんかパソコン使えなくてとか、いや私ちょっともう働けないんですとか、いろんなこの自分に対してのコンプレックスは置いといて、今の自分ができることがお仕事ですっていう感じで言われてます。なんかやっぱり無理して何かをしようとしてるなっていう感じがあるんですね。なんか理想の自分像に自分を当てはめて、いつまでも自分はそうできてないそうはできてないって言ってるみたいな感じで、実際のところはすごいなんか頑張ってきたじゃないですかって感じで言われてるんですけど、さらにここから頑張るとか、スーパーマンですかみたいな感じがするので、そこは本当に自分に優しくしてくださいね。そして思うんですけど、やっぱり8月が何かのちょっと分岐点みたいですね。でちょうど7月っていうのはさっき言ったみたいにちょっと水星の逆行もありますし、いろんなまた他のね惑星の逆行もあったりとかして、自分が信じていたものとか、自分が哲学だと思っていたものとか、長年かけて勉強してきたものとか、持ってる資格とか、そういったものがなんかまるで生かされていないというような感じがするかもしれません、7月は。でも大事なのは7月から8月、私が思う感じでは7月の27から8月19日までの間に、何か獅子座さんと必要な人は関わって、何か関係ができるっていうとなんか変な言い方に聞こえるかもしれないですけど、お仕事のねつながりができるんじゃないかなと思うんですね。なのでお仕事探してる方はその間に仕事は見つかるんだろうなと思うし、転職したい方もそういうアピールもいいんでしょうし、調整される方もその間に調整されるんだろうなと思うんです。なのでなんか8月の中旬過ぎてからの方がものすごくなんか落ち着いてます。それまでっていうのがちょっと本当に大丈夫かなって自分で自分のことを心配してるっていう感じがするんですね。なんか自分は損をしないかなとかもそうだし、もっとできるはずなのにできてないのじゃないかなみたいな、そういう感じでも、その8月の日食とかいろんな風をくぐり抜けた後に、よかったみたいな、よかった、安心みたいな、ものすごい安心感、豊かな感じがあります。よかったですね。もうやっぱり人って安心の中にいると自分のパフォーマンスが良くなるっていうか、その自分らしさが出てきますよね。そんな感じなんで、仕事もこの仕事でよかったとか、この仕事が好きとか、そういう感じもあるし、そこで十分自分の力を発揮してますね。ものすごく自分で自分のことを認めている。だから人の関係もいいし、仕事としてうまくいくなって感じがあるので、いずれにしても
いやもうニッチもサッチも行きません、もうやめますっていう方はやめるような流れになるのかもしれないんですけど、やっぱり8月の中旬を機にものすごく仕事は良くなるっていうふうに出ています。そしてそれがまるで優しさが人々に伝染していくかのように、自分から流れてくる感情が人に伝わり、またその感情が人に伝わりということで流れるよっていうふうに言われています。これはとてもポジティブで明るいエネルギーですね。なので今の時点で、この動画をご覧いただいているこの今の時点で、獅子座さんが自分が完璧じゃなくたって全然いいって感じ、完璧なんか存在しませんから基本的には。だからそんな感じで言われています。なのでお仕事を自分の理想の自己像で見てどうこうではなく、今の自分で見て何ができるかな、何を整理しようかなっていう形でやってください。そしたらすごくうまくいくと思います。はい、そんな感じかな、お仕事は。じゃあちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係、まずね、ラブメッセージで見ますね。もうみるみる言いながら本当にずっと見てなくてすいませんでした。なので特定の方とのメッセージ、関係性を最初に見させていただきます。でそれから全体の人間関係や出会いを見ますね。はい、じゃあ見てみましょう。特定の方との関係です。カップ10、ペンタクスの7逆にお月さんの逆にペンタクスのナイト、そしてカップエース、ソードの9逆、吊るし人、ソードの7、そしてカップの8ですね。関係性非常にいいですよ。誰とのことを見てるのか分かんないですけど、お互いにお互いのことを本当に家族のように思ってるっていう感じかな。家族のことで 見られてたら本当に家族ですよっていう感じですし、なんかここまで、最近出会った人だったとしても、ここまで関わってきた人なんか歴史がある感じがするんですよね。昨日会いましたとか、1週間前に出会いましたって言っても、なんかその人とのご縁ってだいぶ前からつながってたのかなって思わされるような長い歴史がある感じがして、とても穏やかで分かり合ってるっていう感じがします。これはお互いに相思相愛で一緒に何かを作ろうとしてきたみたいな、そういう感じがありますので、今思ってる人との関係って本当に大事な人なんだなって思います。でこういうカードが出てる時っていうのはちょっとね今のタイミングと絡めて言うとなんですけど、特に7月8月って、特に8月とかね、ちょうどお誕生日を迎える頃じゃないですか。なんかその頃に誰のことを考えてるのかなって感じがするんですけど、例えばパートナーって言っても同じパートナーであってとしても、これまでの歩み方でそれぞれの自分の意識が変われば相手に対しての意識も変わるし、見え方も違うしということで、ものすごく自分自身がまずフレッシュになってるんですね、獅子座さん自身が。でこのフレッシュな自分でまた他者を見るから、他者との関係もいつでもフレッシュになるみたいな感じです。だから例えば夫婦関係とかだったらなおさら、相手のことただ好きとか惚れてる腫れてるだけじゃなくて、一緒にここまで生き延びてきた信頼関係があるかもしれないし、一緒にやってきたからこそ見える嫌な部分もあるかもしれないし、でもその嫌な部分だけが強調されてるわけでもなく、いい部分だけが強調されてるわけでもなく、2人の歴史があって、そうやって関わってきたんだな私たちっていう、そのつながりをすごく感じているっていう感じなんです。そして、あえて言うとなんですけど、相手の方は相手の方ももちろん獅子座さんのことをとてもよく思ってますし、これからも一緒にやっていきたいと思ってますよ。言葉で何か変なことを言ってたりとか喧嘩してたとしても、本心はこれからもずっとやっていくし、一緒にいてくれるでしょって思ってるみたいな感じで、獅子座さんもそう思われてるんだったら、もちろん喜んでそこに応えますよっていう気持ちもあるので、お互いに向き合ってるんですよね。ただなんか人って本当に余裕がなくなった時に、なんか違うことを考えてみたり、なんか違うことを言ってみたりするじゃないですか。だから8月ってものすごくエネルギーが強い分、獅子座さんも自分を見失わないようにしてもらいたいんですね。で相手も動きたくても動けないみたいな状況みたいです。
そして志田さんをちょっとだけなんか疑うというか、相手のちょっとだけ志田さんを疑ってるなって感じがあるので、なぜ疑われてるのかっていうと、本当はもうそっち見てませんみたいな感じもあるんですよ。ここでカップの8が出てるので、ちょっと違う方向いてるみたいな。だから関係はあるけど、向き合ってはいるけど、気持ちはもう他を向いてますみたいなことなのかもしれません。でもこれって別に浮気とかそういう問題ではなくって、やっぱりその長く関わってきてるこのパートナーだからこそ、もしくは縁が深いからこそ、全てのことをその人一人に満足させてもらうわけじゃないって感じなんです。自分は自分の感情を別のことで、趣味や楽しみ、友達と遊ぶことで感情を満たしますっていうことだってあるし、こっちの部分は違う人に慰めてもらうみたいなことだってあるかもしれないし、分かってもらうっていうことだってあるかもしれないので、こう相手に依存してないなっていう感じもあります。だからすごくいいなと思ったんです。そしてそのね、こっから先なんですけど、2人ともこれからも続くと思ってるし、ゆっくりと歩みを進めていくんですけれども、なんかちょっと疑われたりとか、あれなんかちょっと違うのかなとかって思い始めると、だんだんその想像の溝が深まっていくみたいな感じがあって、で志田さんはそれをビクビクするみたいな感じもあるので、もう他者がどうというよりは自分を信じる。自分が選んだ人だからとか、自分にご縁があって、今こんなに自分はいいタイミングの時に関わってる人なんだから、きっと何か縁がある人なんでしょうみたいな感じでもいいし、自分の運を信じてください。そうすると関係性はうまくいくなって感じがしました。はい、ちょっとだけもう少し見てみますね。なんか相手は相手で、どうやって志田さんと関わっていいかわからないみたいなところもあるみたいですよ。志田さんを尊重するがゆえに、何を求めているのかわからないみたいな、自分が何かを言って迷惑になっても嫌だし、だって好きにしたいんでしょみたいな、そういう思いもあるみたいですよ、先方は。志田さんは引きこもりというカードが出ています。もう関わらずにいようみたいな、こっちから連絡するのはやめようとか、そういう向こうが反応したら答えますけど、こちらからは反応しないようにしようかなみたいな、それは防衛ですね。全て自分の守るための防衛である。でももう2人ともそのように、要するにさっき言った現実的ではない妄想の中で溝ができそうな感じがあるから、違うそんなことなかったみたいな、現実は向き合ってるじゃないとか、一緒に関わってるじゃないとか、この間そういえばそう思ってるって言ってくれてたよなみたいな、そういう感じで付き合ってほしいなっていうふうに思いましたね。で8月はとにかくその日食もあるし、とても体もね弱りやすい時だから、ネガティブなこととか、自分が感情的に落ち込んでることを相手のたっぷりのあふれんばかりの愛をもらって元気になるとか思わずに、そう期待しても向こうも余裕がないって感じがするので、自分で自分の感情は処理するというか満たす。そしてシンプルにクリアに相手と関わっていくっていう風にしてくださいね。はい、ということで、ちょっとここから出会いを見てみましょう。新たな出会い、もしくは人間関係全般のメッセージ見ますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。人間関係です。ソードの4、ワンドの9逆、スター逆ですね。そしてカップのナイト、ジャスティス逆、ペンタクルズの8、ソードの2の逆、はい、気をつけることで大切はソードのページ逆とワンドの6とオラクルは、はい、ワンドの7の逆です。なるほどね。さっき全体のところで出てきたカードがね、何枚か出てますけども、人間関係って時にやっぱりね、誰かは声をかけてくれてるんですよね。見てくれてる、評価してくれてるなって感じがすごくあります。でもなんかね、こう素直にそれを喜べないというか、期
期待してくれてるとかよく思ってくれてるってなったら、逆になんかその気持ちに応えなくっちゃとか、その相手のその期待を裏切っちゃいけないとかっていう、なんかプレッシャーになんか感じてしまうようなんですよね。そしてなんだか獅子田さんはやっぱり対人関係関わって豊かにっていうのは、どっちかっていうと1対1の関係性よりもグループとかコミュニティとか、そういうみんながいる場に関わっていくっていうのはとても運があるんですよね。でもみんながいる場に関わってるっていうのは一人一人が自由でいいみたいな、そういう感じだから、誰かと向き合って、本当に正面から向き合ってその人とどうこうっていうのよりも、その大勢の中の一部として関わって吸収したいんだなみたいな感じが出ています。なので誰かに合わさなきゃいけないと思うと、途端になんか獅子田さんのエネルギーが、本来は誰かのために何かをしてあげるってなったらぐわーっと力出てくるんですけど、今この時はなんか面倒を見なくちゃいけないのはそんな余裕が自分にはありませんみたいな、そんな感じなんですよね。だから自分が何かをしてあげなくちゃという意識を抜いて、自分がサポートしてもらったり受け入れたり、ただただ自分が自分でいるために過ごせる人、自分に帰る努力をできる人っていうのかな、なんかそういう人との関わりだったら喜んでっていう感じがしますね。喜んで関わってどうぞって。だからやっぱり入り口が想像のようなので、今は特定の誰かを求めてませんみたいな感じがあり、どっちかというと自分がやるべきことをもう少し効率よくやっていきたいし、進化していきたいし、おそらく全体的な流れとしてやっぱ流れが速くなるだけに、展開が速くなるだけに、一人の人とどうこうって言ってる余裕がないのかなって感じもしますね。でももしあります、誰かとの関係があるんですっていう方、実際この夏から新しいスタート、12年がスタートするから、確かにここから話出てくるなってこともあるんですよ。でもその時に気持ちがまだ乗ってない感じがするんですよ、このカードで見る上では。これはまだ7、8、9月の3ヶ月だけで見てるからなんでしょうけどね。でも誰かは思ってくれてるんですよ、なんだか。なんかまるで例えばですけど、ちょっとサンプルとしてね言うんですけど、結婚しようかな、誰かと出会うかなみたいに思ってたとしたら、もうまさしく今から出会うでしょうみたいな感じの時なんですね。だからなんかそういうアプリ登録してみたりとか、相談しといてみたりとかっていうのは全然いいんです。でそこでなんか受け入れられてるんですよ、非常に。でも獅子田さんがその気にならないみたいな、そんな感じ。相手に言われててもっていう感じで、その人と時間過ごすより私自分の仕事しようかなみたいな、そういう風な感じになりそうだなって思いました。いいと思いますよ、それで。なんか誰かのために自分を何者かにしなくちゃいけないっていうのがもう違うんですよね。もうそのフェーズじゃないって感じなんですよね。だって獅子田さんは獅子田さんでいいんだもん。自分のままでいいんですよ、本当に。それをいかに認められるかが、これからの12年を本当に豊かにスムーズに無理なく安心して過ごしていく秘訣なんですけど、他者っていうものがなんか出てきた途端に急に身構えたり、なんかしなくちゃいけないのかなとか、いやもう相手のこと気遣うのがしんどいなとか、受け入れられてるのかなみたいな、そういうのが出てくるので、自分を惑わすような人だったりとか関係性っていうのは無理に求めていかなくてもいいと。でもしそれでもなんだかんだで関係性があるとしたら、他者に合わそうとしなくていいって感じがしました。他者に合わせて自分を否定されないような自分でいよう、迷惑かけないような自分でいようっていうのは非常に日本人らしいね、サポート奉仕精神のある意識だと思うんですけど、それをしすぎるとだんだん自分がしんどくなるので、関係性関わらなければならない場合っていうのは、とにかく今の自分を信じてください。今の自分はすごく恵まれてるし、ものすごく宇宙の応援がある時だからこそ、この人に関わるってことは何か私にできることがあるのかな、私が受け取るものがあるのかな、この人と関わることでどんな気づきがあるのかなっていう視点で見るだけでいいです。何かをやってあげなくちゃいけないとか、自分を我慢しなくちゃいけないとかっていう意識は外してくださいね。それが人間関係のポイントだなって思いました。はい、いかがでしょうか。ちょっと長くなってしまったんですが、もし何か参考になったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にちょっとね、全体を通してのこの3ヶ月の獅子座さんへのメッセージ見てみますね。どうか
必ずいいところに着地すると思っててくださいね。本当にそれはそうなんです。自分の頭が嫌だって出ても流れは自分を生かしてくれてる流れがあって、それをちゃんと後で分かるのでっていう感じがしました。はい、どうでしょう。このカードアンセスターズということで、なんかこう自分の先祖に関わるサポートがあるのかもしれませんね。まあお盆って8月ね、お盆で実家に帰られるとか、何かこう供養される方とか、そういうのはいいのかもしれません。いいんだなと思いました。とても強くサポートされているので、だからこそ自分が何かちょっと揺さぶられたりとか、なんか気づきがあったりとかっていうのがあると思うので、何か必要なね流れが起きていると思います。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。